日 What's up? 忍ジャパニーズポッドキャストへようこそ。忍者先生です。皆さん、今日も日本語の勉強お疲れ様です。頑張っていますね。今日は新しいフレーズだるいについて話します。それでは始めましょう。皆さんはこの言葉聞いたことがありますか？だるいは adjective です。そしてもともと英語の言葉から来ています。英語の何の言葉だと思いますか？だるい、だるい。そうです。dull ダルにいがつきました。ダル、だるいですね。そう。だから意味は、動きたくない、やりたくないとか、あと、重いみたいな意味です。ちょっと説明します。えっと、このだるいは2つ使い方があります。なので今日はこの2つの使い方を紹介しますね。1つ目は、これは丁寧なシチュエーションでもカジュアルなシチュエーションでも使います。OK、とても便利です。じゃあ、これはちょっと体が重い時、それから疲れている時、体がだるいです。そう、体が重いです。もうダメじゃないですけど、日本人はよく、なんか体がだるいですと使います。ね、例えば、もう月曜日から金曜日まで毎日毎日仕事が忙しいです。だからもう本当に疲れています。この時、なんか体がだるい、マッサージに行きたい、みたいなね、感じで使います。それから、ちょっと風邪をひいた時、風邪をひくといつもなんか動きたくない、たくさん寝たい気持ち、わかりますか？この時、今日はずっと家にいたいです。体がだるいです。みたいな感じで使います。ね。なので、ちょっと病気、風邪をひいた時とか、本当に疲れている時、だるい、使ってみてください。はい。で、丁寧はだるいです。カジュアルはだるいって感じ。OK。じゃあ次。次はちょっと使うとき気をつけてください。これは友達だけに使ってください。意味は、troublesome とか I don't want to do it みたいな、ちょっと強いね、めちゃ強い、言葉です。じゃあ、シチュエーションね。今回は2つのシチュエーションで説明します。1つは会社の飲み会。もう1つは学校の宿題です。ね、もうちょっとめんどくさい、troublesome な感じありますね。じゃあ、会社の飲み会。例えば、私と私の友達、一緒に話しています。で、私の友達が、うちの会社は毎週毎週金曜日に飲み会があります。で、私が、それはちょっとだるいね。で、友達が、そうなんだよ、本当にだるい。という感じ。行きたくない、めんどくさい、好きじゃない、みたいな。これの時にだるいを使います。じゃあ、次は学校の宿題ね。今、12月ですね。で、いろんな学校で多分そろそろ冬休みが
始まります。冬休みはクリスマスもあるし、お正月もあるし、楽しいイベントですけど、学校からたくさん宿題がありますよね。皆さん子供の時どうでしたか？たくさん宿題ありましたか？じゃあこのシチュエーションね。えっ、と、私と友達が話しています。で、冬休みたくさん宿題あると聞いて友達が、めっちゃいっぱい宿題ある。本当にだるい。みたいな。私が、そうなんだ。それはだるいね。っていう感じ。はい。こうやって使います。でも、今のシチュエーションは全然大丈夫ね。失礼じゃないです。皆さんぜひ使ってください。ただ、気をつけてほしいポイントは、このだるいという言葉を飲み会のシチュエーションだったら、会社の人とか上司には使わないでください。それから宿題がだるい。これは先生には使わないでください。もし会社の人とか先生が聞いたら、ちょっと心が傷つきます。ひどいとかね、悲しいと思います。そう。なんかね、本当に I don't want to go みたいな I don't want to do みたいな感じに聞こえます。だから、使うときは友達とこの会社の人、先生には秘密で使ってください。OK ですか？はい。じゃあ、皆さんは最近、だるいと思うシチュエーションありましたか？体がだるいシチュエーションか、あと宿題がだるい、会社の仕事がだるいとか、こういうみんなの、リアルライフシチュエーションがあったら、ぜひ教えてください。OK。私はあるかな？ちょっと待ってね、考えます。だるい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 。だるいだるいだるい。だるい。あと、なんか言ったっけ？ない。あとは、ないね。はい。今ね、ちょっと考えてみましたけど、最近私は体がだるいと思ったことも、あと何か宿題とか仕事がだるいと思ったこともありませんでした。ストレスゼロ。体も元気。いつも元気です。それが一番いいことですけど、皆さんはね、ぜひぜひだるいシチュエーション教えてください。で、みんなが教えてくれたら、もしかしたら私もそのシチュエーションありました、みたいなね、感じで思い出せるかもしれません。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。そういえば今日から新しいマイクで、実は一つ前のビデオから新しいマイクを使っていますけど、クオリティはどうですか？大丈夫かな？はい。じゃあ、今日はこれで終わります。あと、いいや、なんでもないです。よし、じゃあ、今日も最後までポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。また次のエピソードで一緒に楽しく日本語を勉強しましょう。それでは、せーの、ニンニン。またねー。